こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの初心者向けの最新のケージの作り方、ボールパイソンのお部屋の作り方についてお話をしたいと思います。ボールパイソンはですね、基本的には居住環境に強いこだわりがある生き物ではなくて、おおよそ長方形のものであれば飼育することができると考えられています。本来は長方形である必要も別にないっちゃないんですけど、温度勾配といってあったかいところと涼しいところを作ってあげるにあたって、長方形の方が具合がいいだろうということで、こういうふうに長細いもので飼われることが多いんですけど、極端な話、こういうダイソーのシューズボックスなどで飼育することもできます。もう100円、コスパ最強。ダイソーで買う場合はのシューズケースで買う場合はですね、注意したいところが2個あって、1つは、たくさんこれを使う場合は製作のロットっていうか、ものによっては買ったセットで使う場合はしっかり止まってるんですけど、去年買ったものと今年買ったものの蓋とボディをミックスして使ったりすると、これが甘かったりするんですね。多分工場とか、いろんなその都合があると思うんですが、なのでしっかりと止めて、上から重しをするなり、天井のあるところに入れるなりしないと、気合いの入った力の強いボールパイソンだと自分で頭を持ち上げてシューッと出ていってしまうことがあるので、そういうことのないようにしっかり脱走防止の注意をするっていうことが必要なのと、もう一つはですね、ここ分かりますかね。ちょっと突起になっているところがあって、こういうところで、ボールパイソンが天井をゆらゆらしている時に引っ掛けて傷ができてしまうということもあるので、あんまり元気のいい子だったりすると蓋の部分は少し考える必要があるかなということがありますけれども、それくらいとにかくコスパ最強です。だからこういうので買われる方も多いと思いますし、もう何で買ったらいいのかわからないという場合にはそういう選択肢もある感じですね。こちらはレプタイルボックスというものなんですけれども、こういうのでもいいんだけど、ちょっと半透明だし中身が見えにくい、あるいは開けて出ちゃうの、あるいはこういうところに突起で怪我しちゃうの、そんなのやだ、怖いという場合は、こういう爬虫類の飼育するためのボックスがあるので、これ多分3000円ぐらいなんですけど、普通に Amazon でも買える、楽天でも買える、爬虫類ショップでも置いてあるでしょうというもので、これよく考えられていて、スライド式のレールがついているので、そこに滑らせて最後までいくとマグネットでガチンと止めてくれるから、基本的には脱走しない。ここが錆びてマグネットが錆びてきたりすると弱くなったりするんですが、基本的には脱走しないし、空気穴も開いているし、しっかりと見えやすいということで、レプタイルボックスという名前なんですが、こういうもので買われる方がとても多いかなと思います。3000円ぐらいで、最初これも使ってみたんですけど、ボールパイソンの飼育環境を考えていくにあたって、温度と湿度がすごく大事になってくるんですね。このレプタイルボックスはいろんな生き物に使うことができるように最大公約数でできているというか、みんなの落としどころはこの辺みたいなところで作られているんですけど、ボールパイソンだけで考えると温度と湿度を維持しにくいと。ここに穴が開いていると。なのでこの穴がない方がいいんじゃないか、でここはこういう方がいいんじゃないか、あそこはこういう方がいいんじゃないかということを考えて、こちらのオリジナルレプタイルボックスを作りました、工場で。これはですね、市販品に比べてボールパイソンに特化しているので、一つ穴がないですね。なので温度と湿度のコントロールがしやすい。冬場でも湿度が足りなくて脱皮不全になっちゃったとか、そういうことが少ない。で上の穴を塞いだ分、横の穴はちょっと広げてみました。穴も大きくして。でそうすると意外と好評なのが、この普通のレプタイルボックスだと上に穴があるので、なんていうんですかね、モザイクがかって見えるというか、下が綺麗に見えないんですが、綺麗なフラットパネルだと視認性が良い。上からも横からも前からも後ろからも綺麗に見えるというので、自分のボールパイソンをケージの外からめでるのにとても良いというふうに言っていただいています。こんな感じで作ってきたんですけど、ボールパイソンはこういう形のものであれば、おおよそどういうものでも買うことができるんじゃないかなということを考えています。でこれ前作った時に100個プレゼントしたんですね。欲しいという方は応募してくだされば無料でプレゼントしますということでばらまいたわけです。でそれには理由があって、
これ僕なりに考えて作ったんです。この天井に穴はいらないんじゃないかとか、穴の数とか位置はこんなのがいいんじゃないかって考えたんだけども、大体ですねこれ市販品っていうのはもう何回も何回も改良を重ねてベストの今の形があるのですが、僕がこういうふうに考えて作ってみただけだとどっかに不具合があったりとか、こうじゃない方が良かったなとかがいろんな改善点があるんじゃないかなと思ったんですね。でそういった改善点を自分一人でどうだろうって考えるより100人集まって考えた方がいろんなアイデアが出るんじゃないか、もっといいものができるんじゃないか、これの次に作るものはさらに進化するんじゃないかなと思って100人に配ります。ただし使った雰囲気とか改善点とか意見とかを聞かせてくださいっていうのをグループを作ってそこに参加していただいて、いろんなことをみんなでああだこうだ言って、お話をしたんですね。でその結果今作っているのがリニューアルオリジナルレプタイルボックスボールパイソン特化型というのを作っているところです。新レプタイルボックスで、それはですねもう今月届くということになってるんですけど、ちょっと工場とかの遅れとかもあって、若干の延期が発生する可能性もありますが、とりあえずもうすぐ届くと。で何が違うのかっていうと、まず一つはですね穴念のため2列で作ったんですけど、こんなにいらないだろうっていう意見が結構多くて、半分で十分じゃないか、さらに言えば、ここがあんまり大きいとボールパイソンがこう鼻を突っ込んで怪我をする可能性もあると僕はちょっと思っていて、なのでこの穴の数も半分にして穴のサイズも小さくしてより温度と湿度を維持しやすい形にしました。であとは、いろいろ改善したところとしては、ここがねすごいシャープなんですよね。こうなんかめっちゃ尖ってて、僕まだ跡残ってますけど、これ超流血するぐらいなんかこう片付けてよいしょよいしょとかやってる時にザクッと切ってめっちゃ流血したことがあったので、ここをちょっとラウンドさせてほしい、尖りを取ってほしいっていう話をして、そこが取れる予定です。あとはこのレプタイルボックスっていくつか重ねることができるようなこの後ろの配置になってるんですけど、そこまで考えてなかったので、直に重ねることを考えてなかったので穴の位置的に重ねることができなかったんですね。でもこれを穴の位置を調整して重ねることができるようにっていうことを依頼してあります。あとは今このサイズレプタイルボックスのレギュラーと同じサイズ1つだけでやってるんですけど、これの倍大きいワイドバージョン、これくらいのサイズのを作ったのと、さらに倍にしたこれぐらいのウルトラワイドバージョン、ロングバージョンみたいなサイズのを作りました。でそれが届くのがもう少しの予定なんですけど、いろいろな研究の結果ボールパイソンの飼育にとってこれがベストじゃないかなというのを作りました。今度作ったこの新レプタイルボックスは販売の予定です。前は販売しなかったんですけど、今回はみんなで知恵を出し合って新しいものを作りました。でこれを普通に販売していこうとしています。おそらく値段は今ちょっと調整中なんですけど、5000円しないぐらい、前後ぐらいかなと思っています。今回は15名の方にその新レプタイルボックスをプレゼントしたいと思います。で今回初めてのボールパイソンを当店でお迎えされる方、先着15名様限定で新しくできるこのレプタイルボックスをプレゼントしたいと思います。 LINE にですねレプタイルボックス希望とメッセージをいただきたいんですけれども、詳しくは概要欄の方に書いておきますので、そういうのがあるんだったらボールパイソン飼ったことないけど飼ってみたい、ボールパイソンに特化した飼育環境があるんだったらちょっと飼ってみようかな、今まで飼いたいと思っていたけれどでもそういう機会があるんだったら考えてみようかなという方はぜひですねご検討いただいて LINE でご応募いただければと思います。15名様限定です。今日は初心者向けの最新のケージの作り方、ボールパイソンのお部屋の作り方についてご紹介しました。ぜひプレゼントご応募ください。お待ちしています。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。